こんにちは。自然を加工チャンネルのくにこです。今回はネイチャージャーナルに適していると思うスケッチブックやノートについてお話ししようと思います。スケッチブックやノートのサイズ、紙質などは個人の好みによって大きく違ってきますよね。皆さんはどんなスケッチブックを使っていますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。そしてもし何かご質問があればそちらもコメント欄にご記入くださいね。さて、公園などで水彩のスケッチをされている方などは、大きな F6 とか F8 の水彩紙を使用しているかもしれませんが、ネイチャージャーナルは歩きながら気になった動植物をスケッチしていくことになると思うので、カバンからさっと取り出せるサイズがいいと思います。リュックなどに入れてしまうと取り出すのに時間がかかって面倒なので、斜め掛けできるショルダーバッグとかサコッシュなどに入れておくのがいいのかなと思います。ちなみに私はウエストポーチに入れています。ですので、スケッチブックのサイズは大きくても F2 ぐらいまでで、ノートであれば B5 ぐらいまでにした方がいいのかなっていうふうに思います。それ以下であれば、お好きなサイズ感、つまり使いやすさをご自分で使用してみて見極めるのがいいのかなと思います。私はですね、現在、この2冊を主に野外で使っています。私もですね、あれこれ使って今のスタイルに落ち着いてきたっていう感じですね。それでは、私が5年間で使用してきたスケッチブックをお見せしたいと思います。はい、こちらは月光荘のスケッチブックになります。24.8 センチに 21.2 センチで、厚みの方が1センチ弱ですね。黒の特厚で、これは860円。紙がね、20枚入りで 205g なので結構ね、厚めではありますよね。そうですね。割としっかり書けると思います。で、このスケッチブックのいいところはね、まずね、お値段が安いことですかね。私が買ってた頃は400円台だったんで、ちょっと値上がりしてる感じあるんですけど、最近ね、全然買ってないんで、今調べてみたら660円でしたね。そしてね、特厚なので、水彩で水を使っても水分を吸い込んでくれます。画面がね、大きいので、のびのびスケッチすることができると思います。で、その割にね、カバンにも入るサイズだと思うので、最初はね、こちらを使用して書いていました。けれどね、表紙がですね、この本当に1ミリぐらいで薄いので、何かね、硬いものを下に敷かないと、絵が描けないんですよね。で、私はね、自分で使い終わったスケッチブックの台紙をカットして、画板のように作って、下に敷いて使用していました。で、それからですね、右側の面だけがザラザラしていて、こっちのね、裏側はツルツルしていて、水彩の水分をね、弾いてしまうんですよね。指の油とかがつくとね、それが残ってしまうというか、そういうなんかデメリットがあります。でも、のびのびとね、大きく描きたいなっていう方は、これいいのかなっていうふうに思います。はい、こちらはキャンソンのアートブックユニバーサル。こっちが 10.2 センチの 15.2 センチで、厚みがだいたい2センチぐらいですね。こちらのスケッチブックはね、もう本当に素晴らしいと思います。厚みがですね、96g なのに、水彩もちゃんと乗るんですよね。さらに 96g って薄いので、文字の方もサラサラと書くことができて、万能だなっていう感じがします。難点としては、入手がしにくいってことですね。あんまり売ってないんですよね。なんか楽天だったかな？マルマンのサイトに行って、いつも買ってたんですけど、在庫がね、ない時もあるんですよ。そういうなんか、デメリットがありました。で、こっちのね、大きい方は14センチの21.6で、厚みがやっぱり2センチぐらいですね。で、この小さい方を3冊使ったところでもう少し景色も描きたいなっていう風になって、この大きい方のサイズにしました。こちらもね、小さい方と同様に書き味は水彩ペンともにすごくいいんですよ。で、けれどね、枚数がね、112枚もあってね、サイズもね、大きいのでね、すごく重いんですよ。そしてね、毎日書くわけではないので、毎日外に持って行って書くっていうわけではないので、なかなか終わらないんですよね。2年ぐらい使えるぐらいですかね。はい。で、
サイズはですね、英語変形サイズで、カバンにもね、入りやすくていいんですけど、でも私はちゃんとした英語サイズの方が好みかなって思っていました。ちなみにですね、紙はね、こんな感じですね。薄っぺらいんですけど、ちゃんと塗り重ねても、そんなに紙がよれることもなくってね、すごくいいんですよね。とてもね、お気に入りのスケッチブックです。これはさっきね、ビニールかけてたのもあったと思うんですけど、それちゃんと取っておいて、いざという時には使おうかな。いざという時ってなんだろうわかんないけど。はい。大きさとしてはこのぐらい違いますね。このぐらいの違いがあるかな。結構伸び伸び書こうと思ったらやっぱり大きいサイズの方がいいですよね。そしてね、この英語の変形サイズっていうのはちょっと嫌だったので、ちゃんと英語でね、自分で作ってみることにしたんですよね。それがこちらになります。自分の好きな用紙で、好きな枚数で作ってます。4冊ぐらい作ったんですけど、4冊目にしてね、ようやく想通りのものが作れるようになってきました。また次回作る時もこれと同じような感じで作るかなと思います。はい、ノート型のものはね。はい、そして、こちらは、国用の野鳥ですね。9.5 センチの 16.5 センチ。厚みがね、6ミリぐらいでした、さっき測ったら。これはね、朝散歩用の国用の野鳥になります。朝散歩する時にね、この大きな英語のスケッチブックを持って歩くのは面倒なので、朝散歩の時はこの野鳥を使っています。これはね、測量野鳥といって、測量士のために開発されたノートで、測量現場での使用を想定したプロ仕様のノートです。作業着のポケットに収まるサイズで、立ったまま筆記できる大表紙が特徴ですっていう風にホームページに書いてありました。メーカーのね、説明通り、これポケットに入るサイズってことで、さらにね、表紙がすごく硬くて、立ったままスケッチできます。で、さすが国用という感じで、ペンもね、そこまで裏写りしませんし、水彩にはね、ちょっと向いてないかもしれないんですけど、色鉛筆でも動植物の特徴を表すことは十分にできますし、で色鉛筆がね、お得意な方なら、アート的なスケッチも十分可能だと思います。私はあんまり色鉛筆得意じゃないんですけど、やっぱそうですね。これはね、水彩色鉛筆で塗ってます。ちょっとずつ書くにはね、ほんとちょうどいいんですよね。そんなに大きくなくて、やっぱり初めて、ネイチャージャーナルをされる方にも、とってもいいんじゃないかなと思います。前回ね、リアルネイチャージャーナル会で、結構皆さん、気に入っていただけたのか、国用の野鳥をメモってこられた方が何名かおられて、ちょっとびっくりしました。これは本当におすすめの、ネイチャージャーナルを始める方にも結構おすすめなんじゃないかなと思います。マルマンのね、こういう、100均にこれあったんですけど、これもね、結構いいんじゃないかなって思うんですよね。初めてされる方にはね。ちょっと、これは100円だし、これも300円から400円ぐらいの間なので、手に入れやすいですし、私はですね、もう、10冊まとめて買ってますね。Amazon で10冊セットのものを買ってます。そして、こちらはですね、無印のバインダーに、こんな感じの水彩紙を穴あけパンチでね、自分でリフィルを作って、で、練習用のノートにしてるんですけど、これは使うときはですね、こっちのちっちゃなね、外に持ち歩ける用の、こういうリングファイルが売ってるので、こっちにね、セットして、で、書いてきて、家に持ち帰ったら、こんな感じで仕分けしておくっていう風にしています。つながってるノートだとね、ちょっと度胸がいるというか、ちょっとミスした時に破りたくなっちゃう方っていらっしゃいませんかね。なんかこのノートもう使いたくないみたいな。で、そういう状況にならないためにはバインダーって結構いいのかなって思うんですよね。それだとね、気に入らないものどんどん捨てちゃって後から見返すことができないっていうことになりかねないので、小さなノートでやっていくのがいいのかなっていうのも思うんですけど、ちょっと私はですね、だんだんこ
鳥ごととか花ごととかにこう分けてね、後でパッと見返せるようなものをだんだん作っていきたいなって最近思うようになってきたんですよね。なのでこういう感じでね、しじみ帳ならしじみ帳とかっていう、他のね鳥ならモズならモズとかっていう感じで、モズならモズとかっていう風にこう分けていきたいなってちょっと今思ってるところです。ちょっとこれ番外編なんですけど、前回のリアルネイチャージャーナル会でね、トラベラーズノートを使用されてた方がいらっしゃったので、自分も使ったことがあったなと思って出してきたんですけど、これはね、本当にね、旅行に行った時にね、使ってたもので、トラベラーズノートのリフィルだけなんですよね。外側はないんですけど、これはね、旅行に行く前に下調べしたこととか、旅行中にこうメモしたこととか、それから帰ってきてからレシートなんかをね貼ったものなんですよ。これ後から見てるとね結構面白いですよね。なんかねいろんな思い出がね詰まってる感じのなんですけど、これをねネイチャージャーナルに使うのもいいのかなって思うんですよね。いろいろなリフィルがね文房具店や画材店にありますよね。でトラベラーズノートって本体の革がかっこいいですよね。なんかこう自分流にねこうデコってる使ってる方もねいらっしゃるかもしれません。表紙のね革がね硬くないので机がないとね書きにくいかもしれませんけど、モチベーションがね上がることを考えたらかっこいい革の手帳を使用するっていうのもね手なのかなって思います。これはね画用紙だったのか水彩紙だったのかちょっとどっちだったのかちょっと覚えてないんですけど、こんなのこれも大きさ的にはねネイチャージャーナルするのにいいのかなってちょっと思いました。そして、こちらなんですけど、これはね今後作ってみたいスケッチブックなんですけど、御朱印帳みたいな、蛇腹のものをね作成する予定です。これはですね広がりのある革を表現したいからなんですけど、なのでちょっとね自分でもこれからどうなるかわかんないんですが、これは A3 を横にカットしたものですね。で皮をねこういう感じで描いていきたいんですよね。多摩川を順番にこう河口からね上流の方に向かって描いていきたいなって思ってるんですけど、それでこういうランドスケープ型のね蛇腹のスケッチブックを作りたいなっていう風に思っています。こう言ってねいろいろ試行錯誤してやっていくのはね結構楽しいんですよね。作るのは手間暇かかりますし難しいと思うんですけど、でもね手をかければかけるほどね愛着が湧くっていうこともなんとなく分かってきました。というわけで、今日はスケッチブックについてお話ししましたが、皆さんのスタイルや用途に合ったサイズを、見つけていくことが大切なのかなっていうふうに思います。それぞれねメリットとかデメリットがあるので、ぜひご自分にぴったりのスケッチブックをこれから見つけていってみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。それではまた。